皆さんこんにちは。我が家にはベゼルという車今乗っておりますけれども、この車とあとカローラクロスという車があります。でこのベゼルとカローラクロス、両方とも非常に売れている SUV であります。で価格帯に関しても結構近いところに位置をしていて、 SUV を買おうという方はおそらくベゼルもカローラクロスもチェックされているんじゃないかなというふうに思います。今回はベゼルという車とカロクロを比較してベゼルの方が合うなっていう方はどんな方なのか、この点に関して少しお話の方をしてみたいと思います。これまでどんな車に乗ってきたのかっていう点、これが挙げられるんですけれども、例えばスポーティーなモデルとか背の低い車で走りを楽しむような車とか、そういったものを結構乗っていて初めて SUV に乗るんですよねと、そういった方に関して言うとおそらくねベゼルの方がフィーリングとしてはマッチするのではないかなというふうに思うんですよね。これベゼルとカラークロス、それぞれ乗っててキャラクター全然違うんですよ。ベゼルの方がこの走りっていうところをアイデンティティとして持ってるぞというところ、それとこの乗っていてのこの車と一体となって走ってる感覚っていうのがカラークロスと比較するとベゼルの方がやっぱり高く感じられて走ってて楽しいと思える、そういったものになってるんですよね。その意味でこれまでこの走るのは楽しい車っていうものに乗ってこられた方に関してはこのベゼルっていう車が結構合うんじゃないのかなというところ、これはね感じているところであります。そういった結構スポーティーに走る車とかってやっぱり乗り心地っていうのもやっぱり特徴的で、結構その地を這うように走る、または非常に足回りがっちりとしてしっかりとした形で、それで乗るということになるので、柔らかく揺れるっていうよりはフラットライドにがっつり乗るっていう、そういった多分ね乗り方走り方っていうのが中心になるんだと思うんですけれども、ベゼルの方がそのフラットライド感っていうのがしっかりとね感じられるよという、そういったポイントっていうのがあるかなというふうに思います。逆にカラークロスって柔らかいんですよ。柔らかくて気持ちいい、快適性はすごく高いんですけど、じゃあそのドライビングプレジャーにつながるようなこの足回りの感触なのかというと、そうではないと。なのでキャラクターが全然違うと、この意味でこれまでね楽しく走るスポーティーに走るそういった車に乗られている方からするとベゼルの方が結構体の感触にマッチするんじゃないかなと、そういうところはねあるかなというふうに思います。シートの話なんですけれども、例えば痩せ気味であまりお肉がついていない方ですとか、あとはもしくはその体の個人差的にですね、ちょっとお尻の骨が当たりやすいんだよな座ってるとっていう方いらっしゃると思います。その方にとってはですね、おそらくベゼルの方が合ってるかなというふうに感じるところがあります。これはもう本当にシートの素材、どういった素材をそれぞれの車が選んで使っているかっていうところによってしまうので、どうしようもないところではあるんですけれども、カローラクロスのシートはですね、私たちが乗っている Z グレードは本革とファブリックの組み合わせでして、実際にですねそういった背中とかお尻の骨が一番当たるところに関してはファブリックが貼られております。ですので、いわゆる本革とか合皮のようなすごく張りがあって硬い部分が自分の体に触るわけではなく、きちんとですねファブリックが当たるようにはなってるんですけども、それでもですねそのファブリックの部分がちょっと張りがありましてですね、例えば旅に出て2時間とか高速道路をずっと走るとか、そういう方もいらっしゃると思うんですね。そうなってくると少しそのファブリックの部分の張りというのもちょっと気になってきまして、私もちょっとお尻の骨がですね右側だけなんとなく椅子に当たりやすいんですけど、カローラクロスにすごく長い時間乗っているとそのファブリックのところに当たっている骨がですねちょっと気になってくるっていうところがあります。ですので痩せ型体型の方とか、もしくはそういう体の特徴がある方とかで、ちょっと長く椅子座っているとお尻が痛くなってくるんだよなって方であればですね、もしかしたらカローラクロスそういうところ気になるかなというふうに思っています。その点ベゼルに関しましては Z グレードですとか、プレイのですねこのシートも合皮とファブリックのコンビシートで、ファブリックが同じようにカローラクロス貼られてるんですけども、このファブリックのいわゆる一番上にかぶってる布がもう少しちょっと体にフィットするような柔らかさを持ってくれています。であともう一つ多分貼ってあるファブリックの素材の下のいわゆるスポンジ的な部分ですね、クッション性のある部分に関しましてもカローラクロスよりもベゼルの方が押した時にちょっと沈む感じが
ありますので、そういったところでもその体をね、その骨の部分をちょっと柔らかく包み込んでいてくれるのかなというところがあるので、やっぱりこの長い時間乗ってみたところ、両方の車で去年旅を長くしたんですけども、やっぱ長く乗っててそのお尻の骨部分が気になりづらいかなっていうのはベゼルでしたので、もしそういう特徴がある、そこら辺を車を選ぶ時の結構上位のポイントとしている方が、自分だったり家族にいる場合にはおそらくベゼルの方が合ってるんじゃないかなというふうに感じるところです。ご自身が使われている環境下の中に結構下り坂が多い、アップダウンの道っていう表現が合ってるのかもしれませんけれども、そういった道が多くある方は結構ベゼル買うとね、運転が楽だと思える部分が出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。上りに関して言うと、ベゼルもカラークロスもしっかりと上っていきます。で、そして下りなんですけど、下りってやっぱりその 7%、8%、9% 勾配きつくなってくると速度がぐんぐん下っていくので出ちゃうと。そういう中でカラークロスであれば B レンジ、ベゼルであれば減速セレクターを使うことになりますけれども、この減速セレクターのね、制動力が非常に強いということと、制動力の立ち上がりが速やかであるというところ、この2点でやはりベゼルの方が扱いやすいって感じると思います。カラークロスに関していくと B レンジに入れて速度を落としていくときにやっぱり立ち上がるまで一瞬ラグがあるんですよね。そうするとちょっとドキッとする場面がある。ただベゼルに関して言うと速やかに速度がぐーっと落ちてくるので、この坂道での扱いやすさっていうのがある。で、日々こういった坂道を走る時ってやっぱり扱いやすい方が絶対楽なんですよね。その意味でかなり速度の調整をしやすい、扱いやすい、そういった車であると、やはりこのベゼルっていう車を選ぶ方が結構ね、日々楽に乗れますよというところにつながるんじゃないかなと思います。車を運転するときに必ず操作をするものは何かというと、アクセル、ブレーキですね。で、このアクセルとブレーキワークって、やはりこの人によってその操作の仕方であったりとか、癖っていうんですかね、そういったものがね、みんなまちまち出てくると思うんですよ。で、それはアクセルが激しく踏みやすい人とか、ブレーキが結構きつめの人とかね、そういった形で癖が出ると思います。このベゼルとカラークロスっていうのを比較した時に、例えばご家族いろんな方でこの車を運転されますと、結構アクセルワークとかブレーキワークっていうところが激しい人、もしくは癖が強い人がいるんだよね。そういう方が結構運転するんだよね。そういった場合はですね、ベゼルを選んでおいた方が、そういった方が運転する車に乗るときに多分楽だなって感じると思います。というのも、カラークロスとベゼル比較したときに、アクセルを踏んだ時の加速の仕方、それからブレーキの制動力の立ち上がり方含めて、ベゼルがね、非常に滑らかなんですよ。カラクロはアクセルを踏んだ瞬間にバビュンと出てくる。結構ね、ドッカンタオみたいにバビュンって車が走り出すんですよね。あなたが気持ちいいというところはあるんですけれども、ただ一緒に乗っている身からすると結構激しく加速するなっていうような印象を持っちゃったりする。そのぐらいね、結構バシッと加速をしていくんですよね。この辺りが多分ね、気になる方は気になっちゃうんじゃないかなと思います。それからブレーキのところに関してなんですけれども、カラークロスに関して言うとブレーキをぐーっと踏み込んでいくと、どうしてもね、ブレーキが抜けてしまう部分があって、ブレーキを踏み出すっていう、そういった動かし方をする場面が出てくるんですよ。で、そうなってしまうと、また踏み出すとブレーキがガクッとかかるので急制動が起きて、要はカックンブレーキっていうところになりやすい。で、それがですね、やはり力いっぱいこのブレーキを踏みやすい方だと、それが顕著に如実にね、現れてきちゃうっていうことがあります。ですので、強くブレーキ踏む方だとカラークロスの方が結構ガックンっていうブレーキの感触を感じやすくなると。逆にベースに関して言うと均等にぐーっとブレーキが効いてきます。これホンダさんならではの部分はあると思うんですけれども、ブレーキの効きが均一で本当に扱いやすいブレーキなんですよね。その意味で結構カックンになりづらいっていうところもある。そうした時にやはりこの運転される方によって結構荒々しい運転とか癖がある運転をされると、ちょっとね一緒に乗った時に車の動きに酔ってしまうとか、結構体が動いちゃうとかっていうことにつながるので、ベゼルの方がよりね綺麗に運転がしやすいぞという意味でベゼル選ぶといいかなというふうに思うところです。これは私たちがですね YouTube をやっていて、写真だったり動画だったり自分の車を
いろんな角度から写すことがあるので、その時に感じたことです。何かと言いますと、その自分の車の写真を撮るのが好きな人については個人的にはベゼルの方が合ってるかなと思います。これちょっと言ってる意味よくわからないかもしれないんですけども、多分皆さんそれぞれ好き好きで車を選んでいるので、内外装も好き好きがあって、ベゼルのが好きだよ、カローラクロスのが好きだよって方がいると思うんで、自分の好きな車の写真を撮ればそれは何でもかっこよくなりますし、何でも好きな写真が撮れると思うので、別にそこのね部分の好き好きのところに何か言いたいってわけでは全くないんですけども、ベゼルとカローラクロス両方乗っていて、それぞれ写真とか動画を撮る機会が多い身からしてちょっと思っているところとしてお聞きいただけたらと思うんですが、カローラクロスもベゼルももちろんすごくかっこいい車なんですよね。なんですけれども、例えば正面から撮る、横から撮る、斜めから撮る、後ろから撮る、後ろ斜めから撮る、いろんな角度から動画とか写真を撮るわけなんですけども、その時にベゼルの方がいろんな角度、特に横とか斜め後ろとか後ろですね、その辺りから撮る時のいろんな表情を見せてくれる感じが強いかなというふうに思っています。これは完全にデザインの差かなと思うんですけども、カローラクロスに関しましては、横とか後ろに関してはですね、結構いわゆるオーソドックスな形状をしているのかなというふうにも思っています。 SUV といったらこういう形だよねっていうような形をすごくしているかなと思います。その分ですね、カローラクロスは顔の部分がすごい凝ってまして、非常に特徴的あって、顔、例えば正面から撮る、斜め前から撮る時にはものすごくいろんな表情が撮れて面白いんですけど、横とか後ろに行くと結構他の SUV との差がそんなにないかな、いわゆる SUV っぽいなっていうような写真になるかなというふうに個人的には思っています。でその一方でベゼルは、前から撮る時もかっこいいんですけども、横から撮る時、横皆さんご承知だと思いますけど、ベゼルってすごく腰高でタイヤがすごく大きく見えて、ボディが薄くてですね、とてもかっこいいですよね。ですので横から撮った時にもすごく絵になる。で後ろから撮った時にも後ろのデザインもすごく凝ってますし、後ろもやっぱりお尻がキュッと上がってたりするので、やっぱり一般的な SUV とちょっと違う感じがして、非常にね写真映えするようなデザインをしているなというふうに思います。これいろんな角度から撮っても結構かっこいいなというふうに見えるような写真になるので、これ完全に個人的な、好みも入ってしまっているのかもしれないんですけども、両方の写真をすごく撮る機会が多い一人としてですね、ベゼルの方がなんかすごい撮りがいがあるなと個人的には感じていますので、自分で買った車の写真をいろんなところに持ってって撮るのが趣味だよって方であると、おそらくですけどもベゼルの方がいろんな表情を見せてくれるかなというようなデザインをしているかなというふうに感じています。自分が走ってるこの車のレーンの中で自分のコース取りっていうところにこだわりがあって、俺こういう感じで走りたいんだよね、ワインディング走る時にここでパシッと入っていきたいんだよねとか、そういったような走る時のコース取りとかそういうところにこだわりを持たれている方に関してはベゼルがいいんじゃないかと思います。もちろん、カローラクロスもベゼルも両方ともいい車です。でそれぞれもう本当意のままに走るんですけれども、じゃあ両者を比較していった時により意のまま感が強い、一体感が強く走れるのはどっちかっていうと、やっぱりこのベゼルの方なんですよね。私もこのベゼルもカローラクロスも長距離旅行に持って行ってワインディングを結構走りました。やはりこの車が自分が思った通りぐーっと入っていってくれる感触であったりとか、ピタッと思ったように走ってってくれる、そういった部分の感触というのはこのベゼルの方が強かったと。足回りとか乗り心地、乗り味というところ、これに関してはね、そこね出てくるところなんですよね。やっぱりこのベゼルの方が足回りしっかりとしています。でカローラクロスの方がやっぱ柔らかいんですよね。その意味でワインディングをぐーっと走っていく時の粘るところ、粘っこさっていうのはやっぱりこのベゼルの方が高いところがある。そこってやっぱり最終的にハンドリングにも跳ね返ってくる部分になりますので、そういうところを考慮しても思ったような軌跡を描きながら走っていくっていうところはベゼルの方が秀でてる部分あるかなと。ということで今回はベゼルとカローラクロスっていうこの2つの車のオーナーの視点で、こういった環境の方に関して言うとベゼルの方が合ってますよという、そういう方はどういう方なのかというところをお伝えさせていただきました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけたでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チンチュン TV では今後もこのホンダベゼルに関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。